さて今回なんですけど、私が弁が機能しない心臓で生命を維持するのは不可能だから、最初から心臓には弁が存在したはずだっていうふうに言うと、よくある反応って何だか分かります？他の動物はどうなのとかじゃないですか？大正解。現外にね、哺乳類になる前は違うんじゃないのっていう考えがあると思うんです。で、少し生物に詳しい人なんかだと、ミミズとかゴカイだとかっていうような関係動物っていう動物にはまともな心臓もないぐらい、でもそれが進化したんだよと。でだから心臓の弁だって最初からじゃなくって進化の過程で獲得したんだよなんていうことを言う人もいるんですよね。確かにいろんな生物がそれぞれ特有の循環のシステムを持っていて、それぞれ安定して生存してますよね。心臓だけじゃなくて血管が収縮するそのミミズみたいな生物から、魚は一心房一心室なのが爬虫類だと心房が2つだとか、哺乳類はどっちも2つだとかっていうような、そんな話と進化したんかなって、思っちゃいますよね。はい。だって学校でそう教わりましたもん。だよね。でも心臓の形態、形だとか、それから血流だけ考えてるのはもうすごい近視眼的で、それでは正しい理解に到達できないんです。でというのも、なんで心臓が血液を循環させてるかっていうと、酸素を届けるためですよね。で血液が来ました、通り過ぎましたでは話になりません。で酸素がどういうふうに体に行き渡るのかっていう、つまり呼吸と循環をセットで考えて初めて生命維持の本質が正しく理解できると思います。そこで魚の循環、それから哺乳類の循環を見てみましょう。よく知られているように、魚は心房が一つ、そして心室も一つですけれども、心室から送り出された血液はエラ、つまり呼吸のシステムにまず流れて、で酸素をもらって動脈血になると、その酸素たっぷりの動脈血はそのまんま体に流れて、で組織に酸素を与えて、それで静脈になって心房に帰ってきます。つまり魚は呼吸のシステムと循環のシステムが直列でつながってるんです。一方、前回お話ししましたけれども、哺乳類は心房も心室も2つですけれど、右側が肺の循環、それから左側が体の循環を担当してますよね。で、体に酸素を与えて帰ってきた酸素の少ない静脈血っていうのは、心臓の右側の右心房に帰ってきます。その血液はその右の心室を通って肺に流れて、で肺で酸素を受け取ってくる。だけどこの酸素たっぷりの血が魚と違ってですね、そのまま体に行かないで、また心臓に、正確に言うと左側の心房、左心房に帰ってきて、それが左の心室を通って体に送られて、で体に流れて酸素を与えて静脈になったその血液はまた右心房に帰ってくるっていうパターンでしたよね。でつまり哺乳類は呼吸のシステムと循環のシステムが並列なんです。でここまで OK？ OK です。つまり生命維持のコンセプトが根本的に違うんですよ。で心臓だけ見てるとね、いや魚では1つずつだったのを哺乳類になると2つになってるとか、その他の動物はまたその間中間みたいなことなんていう、そういうレベルの理解にとどまってしまうんですけれども、でも生命のコンセプトが根本的に違う同士で、この部分が違う、この部分は似てるとか、そんな話してるのはナンセンスですよね。でも進化論って動物同士が直接間接に関係があるっていうふうに信じてますから、部分を比較するんです。そしてもう目に見える違いっていうのが目に見えない遺伝子の違いですから、そうすると遺伝子を比較し始めるんですよね。そうするともう迷宮まっしぐらです。もう木を見て森が見えないっていう状態になっちゃうんですよね。ところでね、いろんな要素からできているシステムが別のものに変わるとしたら、誰かがしてくれないと、何かしない限りいっぺんに多くの要素がコンバート変わらなくって、自然現象なら普通は一つずつしか変わりません。それで生命維持のシステムが部分的に変わるとどうなるかっていうのをお見せしたいと思います。例えば魚の呼吸と循環は直列でしたよね。でこれを並列にしようと、循環と呼吸を並列にしようとすると、心臓が送り出す血はこれまで全部エラに行ってたんですけれども、当然一部しか行かなくなります。
つまり酸素交換に一部の血流しか流れなくなりますから、もう絶望的な低酸素血症、いわゆる酸欠になって生きていけなくなるんです。わあ、本当だ。であるいはね、酸素たっぷりの血がそのまま体に行かないように、要するに心臓に戻るような形にしてしまうと、心臓はもう距離的にすぐ近くだし、それから体に血を流すのに比べるといろいろあって、もう抵抗が全然低いんですよ。だからそっちに大量に流れちゃって、体に回る方の血液がもう激減します。で当然猛烈な血行不良になって、やっぱり生きていけないんです。これはもう実際にそれに近いような先天性心疾患が存在しますので、実物もあると言ってもいいですね。一部だけ変えちゃうと完成品だったはずのものが崩壊しちゃうんですね。ちょっとずつ変えていけば別の生物に進化できるどころじゃなくて絶滅しちゃう。そういうことです。あるシステムが別のシステムに変わるためには、部分的に変更するっていうのはもう絶対ダメで、多くの要因が一斉に変わる必要があるんですよ。でそれも一斉にダメダメのものに変わりましたっていう、これじゃもう論外ですよね。全ての要因が別の完成されたものに変わらないといけないんです。一つ一つの要因がもうとても複雑で精巧だから、口で言うの、それ今言ったことね、口で言うのは簡単ですけれども、現実にそんなことっても自然現象では起こらないというふうに断言してもいいと思うんです。そこであくまで自然現象で説明しようとして、それでもっていうべきでしょうかね、遺伝子変異の中立説という、ファンタジー、私に言わせればヘリクツが提唱されたんですよ。中立的な変異ってそれ自体はメリットにもデメリットにもならないような遺伝子の変異のことなんですけれども、そういう変異がもう長い時間をかけてどんどん蓄積していって、ある時まるでドミノ倒しかなんかみたいに一斉に機能し始める。これがですね、有名な学者が提唱したらしいのと、分子進化とかいうとなんかもっともらしいですよね。だけど概念を抽象的に論じてないで具体例に当てはめて考えると、もう爆笑するような話だと思います。どこがそんなに楽しい説なんですか？いや、滑稽なほど現実離れしてて爆笑するっていうわけなんです。で例えばね、直列のシステムが並列に変わるために何が必要か考えてみるとね、別に魚が哺乳類っていうんじゃないけど、直列を並列にするっていうことです。まず理由はわからないんですけども、中立的、デメリットでもメリットでもないような心房と心室が一つずつ追加でできないといけませんよね。でもこれらが機能している心房や心室とバッチリつながっちゃってると、もう照射が反響して血液が空回りしちゃって大ピンチになるんです。ですから基本接してても交通してたらダメなんです。隔壁がないと。でちなみに実際はですね、心臓の隔壁ってすごく複雑なプロセスでできますので、実はもうこの時点ですでにおとぎ話なんですけれど、でそれでその次に、これまた理由は分かりませんけれども、その機能もしてない心房と心室につながる血管が特にエラとの間でできないといけません。ただ部分的にでも血が流れちゃうと、先ほども見ましたように崩壊してしまいますので、血は流れちゃ困る。要するに機能もしていないような将来の心臓に流れもしないような血管がつながる。中立的な変化って具体的にそういうことですよね。そこでまた理由がわからないんですけれども、エラが回路から外れるか、この回路に属さないエラだか肺だかが新たにできて、でもそこには盛大に血が流れて、同時にかつて流れてなかったはずの血管にじゃんじゃん血が流れて、かつて機能してなかった心房心室にも精力的に仕事が回ってくる、働き始める、そういう感じのことが起きるっていうか、起きないといけないんです。それ最初から計画されてなかったらそんなことありえますか？そうよ。だからありえないのよ。最後の段階なんてもう中立的とはもはや言えないような要素はいくつもありますけれど、中立っていうのを頭の中でね、概念を抽象的に論じてるので、現実の世界に適用すると、概念を可視化すると、中立的ってこういうことを言ってるんです。いかにミラクルファンタジーみたいなことが起きたはずだっていうふうに強弁してるか、実物を考えるとお分かりいただけると思うんです。要するにね、机の上でしか、あるいはそういうふうに信じたい人の頭の中でしか起きないことなんですよ。だから直列から並列へのアップグレード、これは自然現象では起きないというふうに私が言うとですね、魚から哺乳類に進化したんじゃないんだよ。
共通祖先っていうのがあって、そのあるものが魚に進化したし、あるものは哺乳類に進化したっていう反論が来るんですね。ただこれって何言ってるかっていうと、魚からじゃアップグレードできないけど、無理だけど、魚よりもっと未熟な生命維持システムからなら哺乳類のシステムになれるって言ってるわけなんです。それ本当かってやっぱ思いますよね。で、未熟なシステムの例としてミミズを示しますね。ミミズって皮膚呼吸だそうで、それから酸素を皮膚と、それからね、腸管からも吸収するんだそうです。心臓らしい心臓は確かになくって、血管の数箇所ですよね、1箇所じゃないらしいです。数箇所が収縮して血液を送るらしいんです。イメージにするとこんな感じかなと思いますよね。そしてこれはこれで完成品で、彼らは別に不自由をしてないんです。酸素を体の随所で獲得できるので、盛大に血液を巡らせる必要もなくって、生命維持のコンセプト、これはもう魚とも哺乳類とももう共通点がほとんどありません。いや本当は心臓欲しいんですよねとか、いや肺があったらいいななんて、そんなこと全然ありません。もう変わる理由もないんですよね。それでも高等なものに変わろうとすれば何段階かけるんだか知れませんけれども、呼吸専門の器官を作る、それから循環専門の器官も作る、それで呼吸の器官を循環の回路に組み込むっていう手順が必要になりますよね。すでにこれでこの時点で呆れてしまいますけれども、それでせいぜい慣れて魚なんです。でもエラとか肺、あるいは何心房何心室だろうが、もう心臓というものがどれほど複雑で、それからどれほど優秀かっていうことを知れば、呼吸の専門の器官を作りますだの、循環専門の器官を作るだの、もうただごとじゃない。こんな進化物語がいかに非現実の極みだか分かってもらいたいんですよ。我々はこんな絵空事を判断力の乏しい子供の頃から真実だ真実だって教え込まれ続けた被害者なんです。わあ、本当ですね。共通祖先っていうものが仮にいたとして、それなりに完成形だったから安定して生存できて、で繁殖もできたはずですよね。ですが生命維持のコンセプトとしてはもう現存の生物とはもう全然違ったはずです。その共通祖先が進化して現存する生物になったんだったら、いくつもの要因が一斉に変わって別の完成形になるという、もうアクロバットみたいな現象、それが何度も何度も繰り返さなければならないんです。もう段階的とか部分的な変更っていうのは崩壊一直線ですからね。例えばね、それってこのビルからこの一番高いビルに登るのは不可能だと分かりました。だけどそれよりもっと低いこのビルからなら登れるとか、この地面に近い共通祖先からだったら可能だって言われたら、いや大丈夫って言いたくなりますよね。でもその間違いの原因って実は間違った教育です。典型がこれなんです。過去に我々が習っただけではなくて、なんと今の日本の学生もこれが科学的真実であると教わっている。個体発生は系統発生を繰り返すっていうこの話っていうのは、提唱者がドイツ人のヘッケルっていう男ですけれども、その本人が公式に誤りであると認めた。あけすけに言えば捏造なんです。習いました。しかも1回だけじゃなくて何回も真実だと教わりましたよ。ところが事実じゃないのよ。一番見にくいのはいろんな動物、各種の動物でね、その固有な部分っていうのは全部もう省略っていうか削除してお互いに似てるように見せかけたことなんですけども、それを同時代の他の学者からそんなことないそんなことないって糾弾されて、いやもう見えなかったんですけど何のって言い訳したりとか、あるいは部下のせいにしたりとかして、もう両生類の代表であるカエル、これもう全然同時にも似ても似つかないもんですから、もうマイナーな山椒魚だけ採用してまるで似てますって言ったりとか、もう学者の風上にも置けないような行為のオンパレードだったんですよね。それをドイツ病理学会という権威ある学会で吊るし上げられて、公式にすいませんと誤りを認めたのはなんと1908年、今から100年以上前なんですよ。さすがにこんなデタラメを公教育で教えてるのは世界でも日本ぐらいだそうです。ちなみにね、時間の関係でもう今日は話しませんけど、進化の証拠とされているものはどれもこれももう誤りか怪しいものばっかりです。それにしてもこの耳を疑うようなこの嘘っぱちの図、
これを全ての日本人が少なくとも一度は見たはずなんですよね。しかも学校の授業で。ただ日本でこんな嘘っぱちが100年以上もまかり通ってるのは、実は明治政府の富国強兵策にまで遡る国家的な背景があるんですよね。確かにちょっと考えても、いや5年生の子供まではいやこうですよ、科学的真実ですよって教えてたものを、いや4年生がいやちょっとあれ間違いますねと、教えにくいっていうのは分かりますけども、まあそれにしてもひどい話だと思いますよね。でこのことも別の機会にお話できたらと思います。本日のまとめとしては、根本的にコンセプトが違う別の完成品に変わるためにはほぼ全部の要素の入れ替えが必要で、部分的な変更は崩壊一直線だということ。だから異なるコンセプトの生命維持システムへのアップグレード、いわゆる進化ってありえない。それからもう一つ、哺乳類の循環システムも心臓も最初から現状とほぼ同じはずだと。だから心臓弁も最初からあったはずであるということです。この動画でお話ししたことはどこかの知らない誰かに起こっていることではなくて、見てくださっている皆さんご自身に起こっていることなんです。そのことに気づいて、ぜひ驚きながら喜んでいただきたいと思います。